下関市吉田地区です。東京湾からおよそ2キロ、この地区の一軒の空き家に京都からある夫婦が移住してきました。こんにちは。こんにちは。どうぞ。お邪魔します。どうぞどうぞ。佐伯ゆりかさんとアメリカ人の夫グリフィーさんです。2人は3年前に結婚しました。ゆりかさんは埼玉県出身で、青年海外協力隊員として2年間モルディブに滞在。その後さらに英語を勉強するためオーストラリアに渡りました。そこでミュージシャンをしていたグリフィーさんと出会い、2人は結婚しました。これは私たちの夢。子供の木、ぶどう、さくらんぼ、桃。こちらの絵はゆりかさんが2人の将来のビジョンとして3年前に描いたものです。空き家、ソーラーパネルもある。ソーラーパネル、音楽。その後旅行で下関を訪れた際、この家を目にし、あまりにも絵に似ていたことから2人とも一瞬にして心を奪われました。元からこの家を見つける前に私たちが住みたい家っていうのを絵で明確にしてて、でそれとたまたまもうぴったりあったというか、でここだと思って、ここにグリーンハウスがあるよとかソーラーモデルがある、すごいリゾもあるよって言って、もうすっごいワクワクした気がする。恋に落ちたみたいな感じ。ピーって感じ。ゴゴ。私たちのアイディアは SDGs Sustainable Development Goals。2人に庭を案内してもらいました。これは私たちの電気、ソーラーエネルギー。なんか自分たちでその太陽の力をもらって発電して、自分たちが使う分は最低限作り出すというか、それってすごくいいなと思ってね。こちらは絵の中にも描かれていたハウスです。セージ、バジル、そこ、パクチー。人参をはじめ、ここにある野菜は自分たちで無農薬で育てています。乾杯。ジューシー。甘い。自給自足の生活がしたくて、自分たちで野菜を育てていっぱいできたらみんなにあげるのがやりたい、そんなイメージで。この家は築およそ30年、壁紙が剥がれるなど傷んでいる場所も多くあります。またこの家を購入した際には、一人暮らしをしていた前の住民の遺品が片付けられず、そのままになっていました。夫婦で京都から通いながら半年かけて整理してきました。片付けるにもお金がかかるので、そういうのをわざわざ空き家に、売れるかわからない空き家をきれいにしようっていうのってなかなか出せないところではあると思うんですよ。だから買う人が全部きれいにするっていうのも一つかなと思うんですけど、その分買う人が頑張る、そこは頑張らないとっていう感じ。ここら辺も買った時はくっついてたけど、例えば買った後に壊れるとかもある、すぐで。そんなことは誰もグリフィーさんはアメリカで家をリフォームする仕事に携わった経験もあります。2人は空き家を買った楽しさについてこう話します。空き家でいいなって思うことが一つあるんですけど、なんかクリエイティブになれる。もっと新しい家だと、例えば壊さないようにしなきゃとか、綺麗に保たなきゃいけないって思うけど、空き家って綺麗なところもあれば壊れてるところもあるから、ちょっとこれ変えてみようとか、
なんかそういうふうに自分たちがやりたいようにやりやすい。そう、それがね楽しいと思う。夫のグリフィーさんは先月から地元の農業法人でアルバイトを始めました。この日の作業は草刈りです。グリフィーさんとゆりかさんはまだ安定した収入を確保しているわけではありません。皆さんも優しい。優しいですか？皆さんも優しい。教えた通りやってくれるし、日本人よりよっぽど素直で一生懸命やるから、大変助かってますよ。農業いろいろ特殊な言葉があるのでね、それを教えるのがなかなか大変なところがありますよね。I chose this job to work with local people so that we can connect. And long term, the local connection is what's most important because if I have a problem, I can rely on these people. 吉田に移住して2ヶ月、地域にも徐々に溶け込んでいます。こんにちは。これ美味しそうじゃない？見て、いろいろ入ってるよ。美味しそう。卵もお願いします。卵、そうだ、グリフィー卵好きなんだ。私は外国人。そう、皆さんは優しいと私のフィーリングは安全。吉田とかその下関とか山口に私たちがこうやってご縁があってきて、で何が私たちができるかなっていうのが興味があるところ。私たちがやりたいのは、ワークショップとかと果樹園だけど、他にその地域のために何ができるのかなっていうのを探して、地域が活性化できるようなことができたらいいなと思います。夫婦はこの家を改装し、ヨガ教室などを行うスペースとして貸し出したいと考えています。一軒の空き家とまさに運命的な出会いだったわけですね。そうですね、今後もどう進化しながら過ごされていくのか注目したいなと感じました。特集でした。